皆さんこんにちは。今日はですね、リゾートにいます。リゾートといっても日本ではありません。日本のリゾートといえば沖縄、九州なんかもリゾートっぽい感じのところたくさんありますけれども、今日はですね、ボラカイ島に来ております。ボラカイ島っていうのはどこにあるかわからない方はこれからね、ゆっくり説明していきます。本日はボラカイ島の海岸をひたすら歩くだけのクレイジーな動画を公開いたしますので、ついてこられる方はどんどんついてきてください。いつものように右下の方にマップを追加してあります。ポッチがありまして、赤いポッチがありましてね、それがどんどん進んでいきます。今どこにいるかっていうのを確認できるようになってますので、皆さん参考にしてください。いつものように垂れ流しの動画ではございますが、なんと30分以上もございます。これなぜかというとですね、今歩いているところは砂浜で足がはまってしまって早く歩けないっていうのもありますけれども、だいぶ長いビーチなんですよ。ボラカイ島のビーチの特徴は、歩くだけでも30分以上もあるような長いビーチが特徴で、あらゆる訪問者がそれなりの綺麗なビーチにアクセスできるっていうのが特徴です。地図にもございますが、ステーション1、ステーション2、ステーション3とございまして、今日はですね、ステーション3、南の方から進んで北の方、ステーション1の方まで歩いていきます。ウィリーズロックっていうマリア様、聖母マリア様がね、祀られている島があるんですけど、その辺まで歩いていきます。今カメラを海岸の方に振っていますが、海岸、その次にここヤシの木の暴風林ですね。その先にですね、お店やホテルがございます。海岸、暴風林、お店、ここをね、ずーっとこの道をずっとまっすぐ行きます。今ね、僕道って言いましたけど、道っていう道はないですね。すべて砂浜です。ですので、ここでワンポイントアドバイス。必ずサンダルを用意すること。そうじゃないとね、靴の中に砂がめっちゃ入ってめちゃめちゃ歩きづらいです。あと、痛い。それでは、ボラカイ島の説明をしていきます。こちらボラカイ島は、国はですね、フィリピンにございます。世界のベストビーチというものに選ばれた海岸だそうですが、確かにね、選ばれてもおかしくはありません。僕日本人なんですけれども、長野県民なんですよ。なので海ないです。皆さんね、もしかしたら海が近い県の方だと思うんですけれども、近くに海ありますよね。田舎の方ならわかるんですけれども、都会の方になればなるほど海が濁ってますよね。なんかこんな濁ってるけど、これが海かななんて思うことがあると思うんですよ。ここは全然違います。妥協一切ありません。ということで、海なし県の僕から判断する綺麗な海を紹介していきます。日本にもっと綺麗な海があるよとか、僕受け付けませんよ。ここが一番綺麗だと思ってますんで、ここ一番綺麗。外国ですけど、ここが一番綺麗ですよ。沖縄より綺麗。もしね、皆さんのお家の近くにとても綺麗な海などありましたら、お知らせくださいというか、コメントとか書いてもらって知らせてもらえば、僕ね、そこに行ったりして確認しますんで、お願いします。なんかそういう感じで交流もしてみたいですね。皆さんよろしくお願いします。先ほどから左上の方にピロピロってなんかね、こう出てると思うんですけれども、現地のその場のホテルなどを表示しています。これは皆さんもちろん旅行で行くわけですから、ホテルに泊まるはずなんですけれども、近くにあなたが泊まるはずのホテルがあるかもしれませんので、注目してみてください。今こちらマルゾンビーチリゾートというホテルなんですが、見たの通り目の前に海がある部屋があるんですよ。この先こういうホテルあんまないんで、ぜひおすすめです。この先に見えてくるのはオーシャンクラブというホテルなんですが、結構大規模でプールなんかもあります。結構奥行きがあって部屋数も多いので、こういうところに泊まる方も多いんじゃないかと思います。この先に K キッチンっていう食べ物屋さんがありますが、こちらでね食べる方もいるのかなと思います。どんどん歩いていくんですが、今ねちょっと暗がりというか林のような感じになってますが、何かねまだ開発途中の建物があるような感じのところです。今すみません、今吹きました。なんか曇ってるかなと思って吹きましたけど、右側のところに開発のところがあって柵があって、そんなところを通っていったりします。もうどっちかというと閑散としている方ですね。今いるところはステーション3、南の方です。南の方の海岸で閑散としているので、こちらの方が泊まりやすいという方がいれば泊まっていけばいいんじゃないかと思います。今僕ねめちゃめちゃ暑いんですよ。午前中から歩いているんですけど、めちゃめちゃ暑いんです。ホテルをチェックアウトして南の方から歩き出して北の方まで向かっているんですけど、これね午前中にやりたいと思ってやってるやつですね。
僕みたいな長野県民は海岸を見ただけで珍しいとか楽しいと思うんですけども、中にはダイビングとかアクティビティをしたい方がいらっしゃると思います。こちら右側にブリーズダイビングセンターっていうのがあるんですけども、こういうところでダイビングとかやったりするのもいいと思うんですけども、テントがあるんですが、こちらの方に行くとツーリストインフォメーションセンターなど、あとなんかね、いろいろ申し込みができると思うんで、こういうところに行って、いろいろ申し込んだら面白いんじゃないかと思います。このアクティビティができそうなテントって今ステーション3にあるんですけれども、ステーション1の方にもこの観光客向けのテントあるんで、もしよかったら行ってみたらいいんじゃないかと思ってます。今見えているエイトというバーというかレストランはビーチを眺めながらのカウンターがあったりして、すごくおしゃれでなんか行ってみたい感じがします。次に見えてきたのがオンバスというホテルなんですが、今ね後々調べたらなんか穴場っぽいプールもあるし、この動画だとねちょっとしか映ってなかったんですけれども、次泊まってみたい感じはしています。僕ね日本の海も結構行ったことあるし、もちろん沖縄の海も行ったことあるんですよ。なんですけど沖縄の海もね日本の海岸を越えることがなくて、なんとなく日本の海岸ってこんな感じだなっていう思いがあるんですけれども、こちらね海外の海岸って全然違います。もちろんホノルルとかハワイの海岸は広くて長くていいんですけれども、こっちの方がざわざわしてるし人がいっぱいいるし、なんかね楽しい雰囲気がすごくいい。仰々しいホテルたちがドーンと立ってるじゃなくて、今見てください。今ここにねバーがあるんですよ。でバーの向こうにボラカイサンズホテルっていうのがございまして、ここでなんかねちょっと高いんですけれども、なんか部屋が広いんですかね。でその次にサニーサイドカフェという評価の高いカフェがございます。今ね海岸に向かってます。海岸どうかなと思って向かってます。見てください、こちら砂浜広いですよね。もしあなたホノルルに行ってハレクラに10万円でホテル1泊で泊まると思います。前の砂浜ってめっちゃ狭いですよね。まあシェラトンでもいいですよ、もうちょっと安いですけど、シェラトンのホテルに泊まります。目の前の海岸に行きます。狭いですよね。なんかあるんだかないんだか分かんない砂浜なんですよ。こちら見てください。こんなに広い砂浜、ボラカイ島で宿泊するなら高いですよ。もちろん1万円とか2万円とかもうちょっと安く泊まれるところもあるんですけれども、その目の前の砂浜こんなに広いんですよ。楽しみますよ。砂浜を楽しみます。これからかなり近づきます。海に近づきます。水めっちゃ綺麗だよね。こんなに綺麗な海岸、まあ日本にはあるかもしれないけどないよね、近場に。ということで僕ねおすすめポイントの2つ目くらいが、海が綺麗、本当に綺麗。ここに入ってね完全に泳いでなんぼとかいうよりも、むしろねぷかぷか浮いてるだけでもいいよ。海に浮かぶために来ましたという方大歓迎。ここ来た方がいい。左上の指標のところに、パラダイスガーデンホテルっていうのを今出させていただきましたけど、右に、ね、一切映ってないんですけど、僕ねここに泊まりました。個人的にはすごくおすすめなので一応出してあります。今右の方に監視するところですね。レスキューの人が監視する灯台みたいな上のあったんですけど、不安な方はねこういうところの近くに、泳いだ方がおすすめです。なので僕ねパラダイスガーデンが、目の前にあって監視されてる状態で海に入れるところがすぐ行けるっていうのでこのホテルを選びました。まあねおっさん一人の旅なんで、まあそこで一人死んだら死んだで終わりなんで、まああれなんですけど、まあ、家族の方はいいかもしれません。黒猫いたね、かわいい黒猫いたよ。フィリピンってね猫が好きな人多いんですよ。なので猫好きな人もおすすめです。海岸、猫、そしてリゾート、これが全部ハマった人はおすすめです。今来たところは、ボラカイの砂のモニュメントですね。この海岸は何箇所かこのモニュメントがあるんですけど、今これで1箇所目です。ステーション3のモニュメントはこちらです。その後に V ハブフードフェスティバル&シーフードマーケットっていうのがございまして、お土産売り場があるんですが、その奥の方に食べ物屋があるんですよ。夜とか行くのがおすすめです。僕は行きました。左側になんかうなだれてる感じの人がいますけど、これはだいたいアクティビティの勧誘です。こういう人にね聞いてアクティビティを受けるのもいいです。まあこの人たちまあねお金になるんで、そういう感じでも OK だと思います。でこの後にですね現地のチェーン店みたいなのが出てきます。アンドックっていうお店があるんですけれども、こちらね、まあ日本でいうと、丸亀製麺みたいな感じですね。日本のソウルフードであるうどんを現地だとねチキンみたいな感じ、チキンの味付けみたいなのを食べさせてくれる感じだと思います。
この後どんどんチェーン店ばかり出てきます。というのはなんとですね、この後が一番繁華街と思われる場所だからです。チェーン店って目をつけるところって一番売れる箇所、一番繁華街のところにお店を出そうとするんですけれども、それがこれから現れてきます。注目ですよ。チェーン店とかね、繁華街に行く前に僕ね、ここおすすめっていうところが1箇所あるんですよ。このね、ビールが飲める、サンミゲルが飲めるセンシっていうと思うんですけれどものお店があります。ここね、今見てください。カウンター、海に向かったカウンターが並んでるんですよ。ここでビール飲んだんですけども、夜ね、すげえ良かった。なのでもしよかったら僕夜のパターンの動画を撮影してあります。カップルとかにすごくおすすめなんですけれどもね、もしこの動画いいねとか多かったら公開しようと思います。ということでどんどん進んでいっておりますが、こちら右側の方に雑貨店とか飲み物とかお菓子とか売ってる、奥のね今ね出てるセブンイレブンがあったんですけど、ちょっとね見えなかったんですけど、セブンイレブンがもし行きたかったらこちらに行けばいいんじゃないかと思います。動画も中盤になって見てる方も限られてきてるんじゃないかと思ってるんで、喋りますけど、海岸を見たい方も多分いらっしゃると思うんですけれども、それ以外にお店も見たい方もいると思ってるんですよ。なんで今ねちょっと海岸の方向けてますけど、海岸綺麗かな、人はどうかな、どんな感じの混み具合かなっていうのを今ねこういう感じで撮ってるんです。外国人がどんな割合でいるかなとか、そういうのもね確認できるような映像を撮っています。ぶっちゃけ言うと日本人はほぼいません。見つけたのは、数人ですね。日本語喋ってるからすぐ分かるんですけれども、数人しかいません。ちょうど見えてきたのが砂のモニュメント、おそらくこれがステーション2の砂のモニュメントです。みんなね集まって写真撮ったりとか、毎日ねこれ日付が更新されてるので毎日撮っても OK かもしれません。どんどん進んでいきます。ステーション2に入ってからいきなり現れるヘナングループですね。ヘナンのホテル、ヘナンパルムビーチリゾートというのがこちらにございます。大手のホテルにありがちなのが、ビーチの前にこのように椅子と傘ですね上がって、ここで休憩できます。ホテルに泊まってる人はここに来てタダでここで座れます。これが大手のホテルの特徴です。パームビーチリゾートの目の前、こちらですね、レストラン、朝ごはん、昼ごはん、こちらでいただくことができます。おそらくビュッフェ、右側に見えている座席全部がビュッフェの座席になっていると思います。旅行慣れされている方みんな分かりますよね。こういう感じでビュッフェになっていると自分の好きなものが好きなだけ食べられます。今ちょっとね見てます。メニュー見てます。1000ペソくらいなんで、おそらくですね2500円くらいかな。このくらいだったら安いよね。食べ放題バイキングっていうかビュッフェ形式で2500円って結構安いと思うんで、よかったらこういうところで食べるのといいんじゃないかと思います。このように続き街角歩いてて僕ね気がついたんですけど、前にいる方、黒髪のジーンズのパンツっていうかな方いるんですけど、僕ね気がつかないうちにこの方にほぼついてく感じになっちゃうんですけど、すみません、僕ねストーカーじゃないですよ。左にちゃんとね今海見える、青い海見える。僕は海を撮影していますよ。海ですよ。でエアージャボロ会、もしかしたら、ね、中には国内の方って行きの飛行機のチケットは買ったけど帰りは買ってないとかね、謎の方がいらっしゃると思うんで、そういう人はね多分ここに駆け込むと思うんですけど、日本の方はあまり来ない方がいいかなと思います。日本との違いとしてこれから説明させていただくのはボラカイ島のシーズンなんですけれども、夏ですね、日本の夏として9月10月くらい、秋くらいまではオフシーズンだそうです。日本でいう11月から2月、冬の時期ですね。もう冬の時期っていうのはこちらでは本当にピークのシーズンでお客さんがすごく多いらしいです。3月から5月、これがサマーシーズンというらしくてですね、僕5月に行ったんですけど、今これ5月のシーズンです。ずっとストーキングじゃないですよ、ついてきたというか先に歩いていた女性もここでお別れです。今見てる監視台、これがライフガードですね。あるところはとてもいいと思います。なのでこのライフガードのある直前のホテルを取るのがいいと思いますね。今見えてます、ここに椅子とかあるんですけど、この前にあるホテル、これはマンダリンベイですね。こちらのマンダリンベイに泊まっ
ったら安全に海に行けるんじゃないかと思います。いいですよね。こうやって感じでインスタのフレームみたいなのがあるんですよ。ここで写真撮ってくださいって、もうウェルカムですね。ウェルカムなホテル、最高です。こういうとこ泊まるといいよ。さてこの動画も中盤に差し掛かってまいりました。ここまで見てる方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですけども、ここからがね実はね繁華街なんですよ。ここから楽しくなってくる。僕の動画ね喋りっぱなしなんですよ。でそんなに面白くないことを喋ってるんで、聞いててもねなんとなくなんかつまんねえなと思うことがあると思うんですけど、これね聞き流しの人とか、例えば前の動画の続きでなんか来ちゃったけどとりあえず聞いてやるかみたいな感じで、聞いたり見たりしてもらってるのを目標としています。ですからこの動画ですね、喋ってる僕の内容は無視して映像を見てめっちゃ綺麗や、言ってることクソだけど見てる景色いいなっていうのが正解です。例えば着きましたのがヘナンリージェンシーリゾート、ヘナン系の今日紹介したの2個目ですかね。すごくいいとこです。ここもねもし泊まる候補に上がってきたらここも泊まったらいいんじゃないかと思います。ハプチャンっていうレストランがありまして、こちら香港の料理、あとねフィリピン化された香港の料理があります。この後はクリスチャンズというのがございます。こちらもねリージェンシー、ホテルリージェンシーの方にくっついております。見ていただいたら分かる通りほぼ砂浜です。ということはここはね車両入ってこないんですよ。もちろん重機などが入ってくることがあるんですけれども、車両日本でいうとね軽トラみたいなこういうとこ大体入ってくることあるじゃないですか。なんか整備とかのそれすらなんか来てない。これが本来の歩行者天国じゃないですか。車が一切来ない。重機は来るけどね、最高。みんな歩いて行ってみましょう。これから海の方に向かうんですけれども、本当これ綺麗なんですよ。僕行ったの5月ですよね。3日くらいここにボラカイ島に行ったんですけれども、3日とも晴れていました。みんなね日本の夏休みって7月とか8月だと思うんですけれども、5月に行くのがおすすめ。夏休みを5月に取りましょう。この後 OM というクラブというかあるんですけどね、もともと今午前中にいるから全貌が見えてるんですけれども、午後になるとこの前にですね出店が出て、昼間のうちはなんだか分からなくなります。ピザの店シェイキーズ、欧米のシェイキーズなんですけど、こちらでございます。日本にも何店かあると思うんですけれども、僕ね近所にないんで分かりません。なので行ったら感想を教えてください。路地に紛れてケンタッキーフライドチキンがございます。 KFC ですね。ケンタッキーならね近所にあるからなんとなく分かります。でこの KFC の入り口がこの後に出てくるヘナンガーデンリゾートという入り口と一緒になっています。ホテルに入るにもケンタッキーに入るにもここからどうぞ。ヘナン系のホテルは漏れずに目の前にこのように座席とパラソルがありますね。ここも泳いだり休んだりするといい感じですね。ヘナン系列のホテルはビーチに出るとこういう風に特典があるっていうだけじゃなくて、ホテルの敷地内にプールがたくさんあったりするのでおすすめです。今見てるのがマンダリンスーパー。僕男性なんでスーパーあまり興味ないんで、もし女性の方で興味があればこういうところに行くのもありだと思います。この辺の時間になってやっとねお話しするんですけど、僕ねここは直行便で来れないです。最寄りの空港はカティクラン空港っていうところなんですけれども、そこには日本から直行便は出ていません。一度マニラに出てからマニラから乗り換えてカティクラン空港まで来ました。でカティクラン空港っていうのはボラカイ島にある空港じゃないんですよね。ボラカイ島の隣にある島の空港なんです。ボラカイ島狭すぎて空港が作れないっぽいんですよね、どうやら。ということでボラカイ島の隣の島から来るんですけど、これがまためんどくさいんですよね。今行くとすごく簡略化されて行きやすくなってはいるらしいんですけれども、すごく来るのめんどくさいです。フィリピンに限らずアジアのリゾートに行こうとする方で一番簡単なのが多分セブ島です。セブ島ならとても近いですし、日本からの飛行機の直行便もたくさんありますので比較的行きやすいです。やっと来ました。こちらボラカイ島海岸の一番の繁華街に近づいてまいりました。いきなり最初に見えるのはこちらマクドナルドです。皆さんが知ってるマクドナルド、世界のマクドナルドが出店する場所なんでだいたい人がめっちゃ多いところですよね。もう押して測るべしです。なぜかわかんないですけど、ここからタトゥーのお店が、並んでいます。よくわかんないんですけど、タトゥーとかって別にリゾートまで来て彫るもんじゃないじゃんと思うんですけど、もしかしたらすげえ有名なタトゥーの彫り師がいてこういうところに集まってくるのかなとか思ったりもするんですけど、どうなんですかね。この辺りから増えてくるのがアクティビティのメニュー表を持っているおじさんとかが立ってて話しかけてきて、パラグライダーみたいなのやるとかセーリングみたいなのやるとか話しかけてきます。いらなかったらいらねえよってこうねちゃんと答
ないでください。日本だとね、ティッシュ渡してきて、ティッシュどうですかって渡してきて、その後にどんどん話しかけてくるんですよ。こっちの人はね、いきなり話しかけてもうティッシュの一つくりぐらいよこせみたいなと思うんですけど、いきなり話しかけてきますから、いらなかったらいらないとはっきり言いましょう。すぐ右に見えてるのは髪の毛のエクステンションをつけるような出店なんですけど、僕ねおっさんなんであんまり興味ないんでちょっとスルーしました。すみません。女子で興味がある方がいたら行ってみましょう。今横向きで撮影しています。見てください。ヤシの木とブルーの海。うわ、この状況、僕ねここね来たくて来たんですよ。わかります？今見えてるのはアップタウン。このホテルもすごくいいんですけど、続いて現地のチェーン店に参ります。みんな知ってると思いますけどね、ジョリビー、フィリピンのマクドナルドみたいに言われているところなんです。ジョリビーはフィリピンではマストです。皆さん必ず行ってください。と言ってもファーストフード好きな方に限りますけどね。ジョリビーのもっと奥の方に行くとイナサルというフィリピンでも地元のバーベキュー料理店みたいなのが入ってます。これもチェーン店ですね。これ以外にもチョーキンっていうチェーン店がありまして、これ3つで全部でフィリピンの3大チェーン店を抑えられることになりますので、皆さんちゃんと押さえてください。ここから D モールというところに入ってくるんですけれども、こちらボラカイ島のセンターオブザセンターです。ここに来なかったらボラカイ島に来た意味がありません。 D モールを過ぎた後にすぐにエピックというクラブというか夜が楽しいところがございます。ここで夜来てください。エピックの向こう側からも行けるんですけれど、皆さんねこういうところはね歩いて自分の足で歩いて楽しんでくださいよ。お願いしますよ。ステーション2の砂のモニュメントが見えてまいりました。こちらにございます。さっきまでね男の人の声で、今もそうだけどおーって声聞きますよね。おーって、これねアイスキャンディーを売ってる人だと思うんですよ。ちょうど目の前にいますよね、おじさん。この人がね売ってる。ちょっとねしばらく見てみましょう。ブリキのバケツみたいなのを2つ背負ってるよね。この人いいですよね。このめっちゃローカル感、そしてこの綺麗な海。あかんわ、これはね皆さん来なきゃあかんで。ということで今右側に見えるっていうか見えてないんですけど、エグジットバーというですね夜やってるバーが見えます。この辺りに来たら夜は楽しめます。ボラカイ島、僕みたいな日本の外国人からしたらちょっとね敷居が高い場所なんですよ。ですけれども現地のフィリピンの人からすると、日本の沖縄みたいな感じですね。レッドココナッツっていうレストランがありまして、ファイヤーダンスとかですごい盛り上がるんですよ。来るのおすすめなんですけれども、もしツアーでここがアテンドされてたらおすすめです。いいです。ずっと見ていただいてると思うんですけれども、海とヤシの木とホテルと売店みたいなのしかないと思うんですけど、本当にこれがずっと続きます。飽きてきた方は多分ここ合いません。なのでこれが楽しい、すげえこの先何があるんだろうなって見ていただいている方はここ合ってますので来てみましょう。前の方に歩いてる男女2人組みたいにね、手をつないで歩くだけでもいいんですよ。海岸を越えて歩くだけでも十分です。ホノルル行ってね観光詰めで疲れるのも大変でしょ。ということで今着いたのがヘナンクリスタルサンズ。こちらもビュッフェあります。さっき見たビュッフェよりもちょっと高いんですけど、こっちの方が落ち着いてるかなと思います。皆さん海外についてはそれぞれお好みがあるかと思いますが、プーケットのパンシービーチがお好みとかの、シークレットビーチマニアとか、あとボラボラ島やモルディブのプライドビーチじゃなきゃダメとかね。あとはねビーチ以外の観光ツアーとか充実しているハワイのホノルルとかグアムとか、そういう人たちはあまり向かないかもしれません。皆さんがよく行くビーチは都会すぎるビーチが結構多いんじゃないかと思うんですけれども、そういうところじゃなくて、田舎すぎるビーチでもなく中間的なビーチがこちらではないかと思います。都会すぎるとなんか疲れるし、でも田舎すぎるとなんか退屈だけど、この辺だったらちょうどいいじゃんというタイプの人向けですね。お待たせいたしました。この後ですね、大手チェーン店、世界中のチェーン店でございますスターバックスがございます。
コーヒー好きの方はもちろんこちら来ることございますよね。スターバックスならね、注文も簡単なんでできますよね。日本以外で慣れたお店でフラッと入れるとしたらこういうところです。皆さんこういうところでトライして注文してみましょう。ボラカイ島のこの場所、このビーチよりも北の方にはプライベートビーチを備えた大手のホテルなどがいっぱいあるんですけれども、今左上に表示しているのはサンビラビーチフロントホテルといってコスパのいいホテルなんですけれども、こことは違ってもうちょっとゴージャスですごいホテルがございます。徒歩圏内にございませんのでこちらから紹介することはできないんですけれども、いつかね紹介できればいいんじゃないかと思っておりますが、ものすごくすごいです。ヒットとしてはシャングリア系列があるんですが、ゴージャス感はものすごいです。ここから見えるのがアービーネイビーですね。ハンバーガーマニアの方はもちろん抑えているブランドです。フィリピンしかありません。ステーション2を抜けてきた頃なんですが、やっぱりねステーション2ってお店いっぱいあるし人もいっぱいいましたよね。ちゃんとした繁華街はステーション2に集まってるんじゃないかと思います。それだけは理解して見てよかったなと思ってください。左側に船が見えると思うんですけど、これね何かのアクティビティだと思うんですよ。なぜここにいるか僕ちょっとよく分かってないんですけど、今ね走ってくお兄さんいますよね。何か資材が足りなくて今搬入しているんじゃないかと思います。これで搬入した後は出港するんじゃないかなと思うんですけどね。いいですよね。こういうのってあらかじめツアーみたいので登録して乗るとかじゃ、まあそれもそれでいいんですけれども、それ以外に来たらとりあえず何日間ここにいるから時間もあるからこういうとこ参加してみようと思って当日予約でいきなりこういうアクティビティに参加することもできると思うんですよ。ジェットスキーやパラセーリング、あとシュノーケーリングですね。アイランドホッピングみたいな大掛かりのやつとか、サンセットクルーズピアで行ったらおしゃれなやつが絶対あると思います。そういうのを探してください。もしね僕も解消がございましたらこちら女子と一緒に来ていろいろ楽しめばいいと思うんですけれども、一人旅行の僕は今この海岸を歩くだけが精一杯でございます。ちょうど見えてきたのがこちらステーション1のアクティビティのテントと桟橋だと思うんですよね。こちらの今テントでアクティビティの申し込みができるんじゃないかと思います。こういうところで楽しんでいただければいいんじゃないかなと思う人もいますよね。この辺からクライマックスに参ります。といってもこの海岸のボラガイ島の海岸のクライマックスはもう過ぎてしまいました。この動画のクライマックスです。ここから先はどっちかというとね海岸が閑散としているというか人は多いんですけれどもお店とかがない閑散とした感じです。まあ閑散としたといっても人結構多いですよね。どっちかというと小さなお子様、まあ、小さなというと幼児の方の方が多いと思うんですよがこちらに集まっていろいろやってるんじゃないかと思います。大人はねステーション3とかステーション2に多かったんですけれども、こっちのステーション1の方に来るとなんかだいぶ小さなお子様が多いんじゃないかと思います。もしかしたらそういう人たちはね安全なのかな、それとも浅いんじゃないですかね。海が浅いんで泳ぎやすいんではないかと思います。今しがた僕一生懸命調べたら今この上に日陰を作ってる木、これねタリサイっていうらしくてフィリピンの独特の木だそうです。この影があって、簡単に言うと熱射病、今時なんていうんですかね、熱中症ですね。熱射病じゃなくて熱中症になりにくいような環境を作ってもらっているのはこちらのステーション1ではないかと思います。左のお兄さんがやってるやつ、今立ってサーフボードで漕ぐやつ、これサップっていうのかな、これね僕一回やってみたいんですよ。なのでこういうねアクティビティ多分ね引く手あまたで勧誘がいっぱいあると思うんで、気になったやつは引いてやったらいいんじゃないかと思います。大変綺麗なビーチでございます。しばらく見ていただきましたが、このすぐ右の方にジョニーズレストラントというのがございます。お食事処ですね。日本でいうとその辺にうどん屋とかなんかね蕎麦屋とか現れたらそんな感じのお店でございます。この先にですね、こちらなんか
建屋がございます。こちらホテルだったと思うんですが、何かしらホテルじゃない施設もございまして、次回もし行ったら説明できるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとね今のところよく分かんなかったんで説明は控えさせていただきます。この前を通ってさらに進んでいきます。左の奥というか、真ん中の奥の方になんか島っぽいのがあるんですが、あの辺まで行きますよ。なんかねプールとかあるんですよね、この施設で。多分ね泳げると思うんですよ。ちょっと修理中かなんか分かんなかったんで、説明は控えさせていただきます。このね海苔みたいなのが結構あるのがこの辺の特徴ですね。海苔海藻だよね。この辺やっぱ泳いでる人あんまりいないよね。もちろんね日陰のあるところが人気で、日陰の方に人がいっぱいいるんですけれども、いないわけじゃないですけど少ないですよね。海苔にまみれて泳ぐ人は少ないんじゃないかと思いますけどね。僕ねここまで行ったか行ってないか覚えてないんであれなんですけど、ここのカティクラン空港、ここに到着するまでに3時間飛行機が遅れたんですよ。やばいっすよ。エアアジアで来ましたけどちょっとやばかったですね。ということでそういうこともありますんで、そういうのも加味してここに来てください。ここねボラカイビーチクラブホテルっていうのがあります。ここなんかね雰囲気をねシートみたいなの敷いてある。その隣にサニーサイドカフェ、これ2個目ですね。さっきありましたステーション2のところにありましたけど、これねチェーン店みたいなもんですよね。なんか儲かってるし絶対に評判がいいから、サニーサイドカフェは来た方がいいんじゃないかと思っています。僕ねここまで来て食事に関してはチェーン店ばかり紹介してる節があるんですけれども、これなぜかっていうと他の店舗に比べてすごく入りやすいからです。そして注文の仕方もすごく簡単になっている。日本の観光地でもいろんな田舎いろんなところ観光地行ってもすごく入りにくいお店結構あるじゃないですか。地物の食材にありつきたい、あとはね地元の雰囲気に慣れたい、そういうこともあると思うんですけど、だからといって食べログとかで評価の高いところに予約しようとするともういっぱいで行けない、入れない、食べれないなることがあるんですよ。せっかく行った旅行先で一日中何も食べるものがないなんてことがないようにですね、スタバとかマクドナルドとかせめてですね、フィリピンの場合はですね、ジョリビですね、これは押さえておいてください。ここで注文できるようにしておいてください。そうじゃないと飢え死にしますと。ここまで皆さんを、脅しているような感じで喋っておりますが、皆さんの力量だったらね、結構年配の方が見てる方多いと思うんで、皆さんの力量でしたらそんなことはないと思いますけど、用心することには越したことございませんので、そのようにいろいろ準備して来られるといいんじゃないかと思います。もうすごいね汗だくです。めちゃめちゃ汗かいてて、もうすぐにでも終わりたいんですけれども、このウィリーズロックの近くまで行かないと終われないと思ってすごく頑張っている状態です。この辺まで来るとなんか状況が違って、上にねT シャツ着てる人がいっぱいいると思うんですけども、完全に海に入るっていうのを、拒否してる人がここにいます。なんかわかんないんですけど、なんかずっと海を眺めてるだけの方が多いですね。もしかしたらちょっと深いのかもしれません。なので見てるだけの人が楽しめる箇所じゃないかなと思います。泳いでウィリーズロック島まで渡る方いらっしゃいますが、僕はね今日はやめてます。カヤックって言われてね、あの人たちね勧誘の方なんですよ。で僕ねこのボラカイ島のこのモニュメント、砂のモニュメント、ここで終わりにしようと思っています。ここまで見ていただいて行ってみたいな、面白かった、そしたらいいねと、あとチャンネル登録していただければとてもありがたく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。